皆さんこんにちは、シオネルです。今回は念願のスペーシア X 最上級個室コックピットスイートで鬼怒川温泉へ。走るスイートルームに美しい車窓、温泉旅館までたっぷり満喫してきました。今日はこれからスペーシア X のコックピットスイートに乗って鬼怒川温泉まで行きます。その様子をお届けできたらなと思うんですけど、本日はカメラが違っていて、DJI さんから新しく発売されます DJI Osmo Pocket 4P DJI Osmo Pocket 4P をご提供いただきまして、そちらで撮影しております。私が愛用していた3とは全然性能も違っていて、どんな写りの違いがあるかとか撮影しながら比較していきたいなと思います。行ってきます。こちらが東武浅草駅、松屋のビルがすごい立派なんですが、もうすでにここからじゃあググっと、おーすごい。まだいける。ここまで寄ることができます。デュアルカメラ2眼レンズになっているので、この綺麗さを保ちながら12倍ですね、今寄ることができる。ではここから出発します。電光掲示板の表示もそれぞれの列車の特徴が出ていて好きなポイントです。乗車するのはスペーシア X9 号、浅草駅14時発の鬼怒川温泉行きです。スペーシア X にはもう何回も乗ってるんですけど、コックピットスイート一番高い豪華なお部屋ですね。こちらに乗るのは初めてなのでめっちゃ楽しみです。こちらのとってもおしゃれな改札周りの装飾の木ですが、車有林の管理に伴って発生した間伐材が活用されているそうです。出発は特急専用ホーム5番線から、特急専用というかスペーシア X 専用ホームですね。特急券を見せて5番線に入ります。5番線はスペーシア X 運行開始に合わせてリニューアルされています。美しい木の装飾にこの光の演出も相まって、旅の始まりの高揚感なども表してくれるような素敵なホームだなと思います。号車表記までショッピングモールのようなおしゃれさです。4番線には両毛が停車中ですが、これからここにスペーシア X が止まって、列車ホームそれぞれ色も雰囲気も全然違いますよね。カーブの先から白い特急列車が現れます。正面のシャープな顔つきと後ろへ流れていく長い車体が連なって都会的なかっこよさを感じます。このヘッドライト、テールライトには合計39個の LED ライトが使用されています。ハイビームの時は頭部の T に見えたりもします。横から見るとまた雰囲気が変わって柔らかい印象です。窓もすごい特徴的で、側面を見ると X になっています。このロゴですが、栃木の伝統工芸品鹿沼組子をイメージした書体を新規開発し作成しているそうです。少し青みがかったようなこの白は、陽明門の柱にあしらわれている古墳を彷彿とさせる高貴な白をイメージしているそうです。さあいよいよ乗車します。6号車は個室のみ、とびきり大きい1番が私の部屋です。東武ワールドスクエア終点鬼怒川温泉です。前から1号車、2号車の順に一番後ろが6号車です。全車両座席指定となっております。ご乗車には特急券が必要。こちらがスペーシア X 最上級のコックピットスイート。
走るスイートルームというコンセプトにふさわしく、一部屋丸ごと用意されている感覚です。駅に包まれたまま、その空間から静かに送り出されていくように出発します。大きな窓に切り取られた東京スカイツリーと青空。出発してすぐは景色を眺めるための時間です。このお部屋を利用するには乗車券、特急券の他にお部屋代金として1万8000円がかかります。次はアサヒビール本社です。浅草といえばの景色が流れていきます。お部屋は落ち着いたベージュとアイボリーを基調にまとめられていて、移動するラウンジみたいな空気感です。この空間の中にテーブルが黒なのもいいなと思いました。黒を入れることで空間が締まって上質感が増しているかなと思います。もうどの座席に座るかが悩ましい。12345 こんなに大きい部屋を一人で今日は満喫します。よいしょ。今東京スカイツリー駅を出発しました。よいしょ。今ちょうど停車駅が表示されていますが、このお部屋だけの専用電光掲示板、そしてこれは荷物掛け、お洋服掛けと荷物掛けで、こちらにこちらはお持ち帰り可能なスリッパです。カーペット敷きになっているので快適ではあるんですが、スリッパでより開放的にリラックスした時間を過ごせます。で、びっくりなのがこれ、何だと思いますか？なんとこちらはよいしょ、冷蔵庫です。ここのお飲み物は飲んでいいそうです。キンキンに冷えてる、ありがたい。空調も多分暖房だけなのかな、ここで設定できます。1車両を丸々貸し切っているみたいです。今回使用しているオズモポケット 4P ですが、 4P の前に発売された4の上位モデルです。私が愛用しているオズモポケット3から4にかなりのアップデートがあって、そこにさらにデュアルレンズ、そして中望遠レンズが特徴の 4P が出ました。なので今回は特にデュアルカメラの使い心地について見ながら撮影していきます。本日はご乗車いただきましてありがとうございます。私は私、石黒と申します。よろしくお願いいたします。名刺とコースターをいただけます。特別感満載ですよね。こちらの本日の記念品となっております。はい、ありがとうございます。じゃあキンキンのお水をいただきます。Thank you. キンキン。待って、想像以上にキンキンです。やばい、めっちゃ美味しい。チルド室とかで冷蔵しておいたくらいのキンキンさ。乗車記念にスペーシア X のこちらコースターをいただきました。足元にはこんな感じで荷物かごがあります。キャリーとか大きい荷物も部屋の中に置いておけるので、防犯もすごいバッチリだし、もうこの空間は私だけが利用してるので、もう好きに満喫していいと。やっぱり嬉しいのはスペーシア X だ。あ、すごい、12倍でここまで。やっぱり嬉しいのは後面展望見放題。逆に日光から鬼怒川温泉から浅草に行く場合にはこちらが全面展望になるので、運転手さんが運転をしている姿も見放題ですし、全面展望かぶりつきも独り占め7人占めできます。
この窓の形がすっごいかっこいい。ちょっとダイヤモンドみたいにも見えて、いやいいですね。コンセントもあります。でここに携帯を充電しながらこう置いておける場所ですね。そして車内設備の案内と、あとカフェメニューもある。よし、車内設備のご案内ですね。パンフレット。スペーシア X は他の号車もすごい座席が良くて、私はこれまでにプレミアシート以外乗ったことありますね。1号車はこんな感じでカフェの利用が確約されているラウンジ風のお部屋。2号車がグリーンシートみたいな広々大きいお椅子にゆったり座れるお部屋。345号車が一番座席数が多くてスタンダードシートですね。もうこれでもめっちゃ快適でびっくりしました。そして5号車にボックスシートっていうちょっと半個室みたいな空間の座席があります。6号車には個室があります。まず1つ目がこちらのコンパートメント。完全に個室でコの字になっているのでちょっとゴロンとしながらくつろげるようなお部屋です。そしてこちら私が乗っているのが6号車のコックピットスイート。もう最高級のお席というかお部屋です。40分の発車です。貸し旅でお降りのお客様、お忘れ物、落とし物なさいませんようお降りください。さっきから何回も座る位置を変えてるんですけど、もうどこも快適。うわー、スペーシア X にはカフェがあるんですけど、6号車は優先的に利用することができます。お手元の特急券のご指定された席のご利用をお願いいたします。お手洗いにつきましては進行方向に向かいまして2号車の前寄りと5号車春日部駅ということでクレヨンしんちゃんですよね。じゃーん、クレヨンしんちゃんがいる。今ほぼ同じ位置から撮ってるんですけど、明暗差が激しい場所でもより綺麗に映るようになりました。いつもこう車窓と自分と映しているとやっぱり外が明るくて白飛びしちゃったりしてたんですけど、もう今どっちも綺麗に映ってますよね。おー、電車に反射してスペーシア X が見える。This is an announcement from Going Cafe Special X to passengers in Carter's local flight. ちょっとお子様用なんですけど、お帽子をお借りできましたこれはめちゃめちゃいい思い出になる。なんかもうどの窓もう全部もうどこ行ったらいいかわからないぐらい、もう全部私が独り占め。ジェスチャーコントロールっていうのが加わって、こう今私が自分で自由に動いてもカメラは固定されていると思うんですけど、ちゃんと手のひら見せてパーってやると今私にトラッキングがかかって、こう私がこう動いてもカメラがついてきてくれています。こういう操作もすごい楽になりました。もう一回パーすれば止まります。はい、今は14時49分。よいしょ。もうあっという間に50分も経ってます信じられない。景色も緑が多くなってきて、だんだん近づいてきていますね。じゃあせっかくなのでカフェに利用しに行こうと思います。春日部駅までは1号車と6号車の人のみが利用できる時間帯です。車内のカフェ、売店っていつも混雑していて並ぶイメージなので、待ち時間少なく利用できるのはすごく嬉しいです。今はもう春日部駅を過ぎていて、皆さん利用できる時間帯になっています。乗車率にもよりますが、基本的に他の号車の方はカフェ利用に整理券が必要です。1号車、6号車はいつ行っても整理券いらずです。カフェメニューもすごく豊富で、冷蔵や冷凍商品まであります。1号車、6号車限定でクラフトビールの飲み比べもありました。結構揺れる車内ではあるんですけど、さすがジンバルカメラ
ブレが全然ないです。ドアのガラス部分にも鹿沼市の伝統工芸である組子に用いられる幾何学模様をイメージした衣装があしらわれています。多目的室と、これは普段は使わないですね。体調が悪い方など。そしてこちらは多目的トイレ。じゃん、広々洗面台。これがかっこいい。お次に5号車です。こちらがカフェラウンジ。サーバーを見ると飲めないのに飲みたくなっちゃいますね。男性用トイレと男女共用トイレもあります。この6号車のこの空間もまたいいんですよね。ではゆったりティータイムとします。ニコーラ酒粕のバターサンド、そしてじゃん、ピンバッジ買っちゃいました。ちょっとこれがウエットティッシュなんですけど、6号車のお客様のノベルティですと言ってお渡しいただいたんですけど、レジを担当してくださった方はこの6号室に最初にご挨拶に来てくださった乗務員さん、アテンダントさんとはまた別の方で、私が6号車の住人であるということを知ってくださっていた、認識してくださっていたっていうのがめちゃくちゃ感動しました。嬉しかったです。下に溜まっているのでよくかき混ぜてから飲むそうです。めっちゃスパイシー。これなんだっけ、なんかあれを感じる。なんだっけ、高い建物が減って田んぼや住宅、緑が増えてくると鬼怒川温泉へ向かう旅らしさが感じられるようになってきます。全面展望映像もモニターに流れています。おくつろぎのところ失礼いたします。次の停車駅新鹿島に到着までの間に簡単ではございますが日光エリアのご案内をいたします。この電車鬼怒川温泉の方に参りますが、向かい側1番線から42分の橋です。窓の向こうを流れていく緑の波、木々の隙間を縫うように鬼怒川温泉へ向かって駆け抜けていきます。都会の音や景色を少しずつ置いていくこの時間もまた旅の思い出です。六角形の窓は景色を切り取る額縁みたいで、外の景色そのものをインテリアの一部として見せているような感じがあります。なんかやっぱりこれ嬉しいのは、あれ気になるってなった時にすぐズームに対応できて、しかもこんなに画質が綺麗っていうところ。しかも望遠ってブレとの戦いだと思うんですけど、かなりズームしても滑らかに撮影ができます。スマホで撮影しながらズームすると画質が荒くなってしまうと思うのですが、そういうのも抑えられます。ご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用ふらっと旅に出て動画を残したいという人、私のことでもあるのですが、その人にぴったりなのが内蔵ストレージです。愛用していた3では SD カードがないと使用できなかったのですが、 SD カードを忘れても103ギガも撮影できちゃうので、これがめちゃくちゃありがたいです。あと単純に昨今SD カードの金額がかなり上がってて、買うのを躊躇しちゃっているので、買わなくても使えるのが嬉しいです。もちろん SD カードを入れれば取れる容量が増えます。
こは最大で7名まで泊まれるので、7名分のスリッパとお水が用意してあるんですけど、今日私1人なんですが7名分用意されていて、しかも全部持ち帰ってもいいらしいですなので今日は私は2つ持ち帰ってお家用のスリッパにさせてください。下今市を出ますと、次は東武ワールドスクエアに停まります。下今市駅に到着しました。ちょうど SL たちがお休み中ですね。普段はここから SL 大樹なども走っていて、そちらで温泉に向かうのも一つの旅として面白いです。D-Log という後から自分で色を作る撮影方法もあるんですけど、それもアップグレードされていて、より自由に色を作り込めるようになっているそうです。せっかくなので履いてみます。おー、これはめちゃくちゃちょうどいいふかふか具合。列車は間もなく鬼怒川温泉駅。いつもは撮影込みの旅だと慌ただしくなってしまいがちなのですが、このカメラ一つで何でもパッパッパッパーと撮れちゃうので、いつも以上に旅を楽しめた気がします。鬼怒川温泉です。1番線の到着、お出口は右側です。到着。あっという間。今日は鬼怒川温泉、旅館に泊まるんですけど、今はもう4時10分ぐらいなので、ちょっと観光して早速旅館に向かいます。4P はポートレートに最適な中望遠レンズが一番の特徴です。実際に使ってみると、今私に焦点が当たって後ろがボケています。広角と比べるとその良さがより分かります。中望遠を使うことで圧縮効果が加わって、背景が被写体にぐっと近づいてきてくれます。なのでよりシネマティックな映像を撮ることが可能です。こちらも中望遠で撮っているのですが、スペーシア X の迫力がよりかっこよく伝わるかなと思います。駅を出て目の前に転車台。ここで SL が方向を変えます。鬼怒川温泉には邪気を払い福を招くとされる7体の鬼の像がいます。死にた像。広い駅前には早速足湯があります。鬼怒田の湯。列車の待ち時間にもギリギリまで入っておけるのでいいですよね。もうちょうどいい厚さで最高でした。マイクの接続もすごい簡単で、今はつなげてないんですけど、この電源ボタンをポチッと押したら、はい、これが今マイクをつけて喋っています。駅前の無料な足湯にも入りまして、6時まででしたね、営業時間が。これから鬼怒川の自然を感じられる場所に行きます。もう日が落ちるのもだいぶ遅くなってきたので、今は4時半なんですけど、ゆったりと観光を楽しめるのがいいですね。景観の保護があるから日本レンタカーとかも茶色になってる。スペーシア X はもう日帰りにもぴったりだし、何よりかわいい。じゃん、鬼怒川温泉もみじ通り。鬼怒立岩大吊り橋。熊出るらしい。
鬼怒川温泉街の南側と名所立岩を結ぶ全長約140メートルの歩行者専用の吊り橋です。橋の下を流れる鬼怒川とそれを包み込むように広がる深い緑、景色の一部になったような気がします。ではホテルにチェックイン。今回は伊東園ホテルニューサクラさんに宿泊します。鬼怒川の自然を大量に存分に摂取できます。気持ちいい。鬼怒川温泉ですから、また無料の足湯です。かわいい絹子、すっごい綺麗。この鬼怒川沿いにずらーっと旅館、ホテルが並んでいます。鬼怒川温泉といえばというか、もう温泉ってついてるので、今日は温泉に来ていてまったり中です。今お部屋の中で撮ってて、ちょっと顔が暗いと思うんですけど、新しくライトも出たんですよ。私これがめちゃくちゃ嬉しくて、これをカメラの後ろに装着すれば、じゃん、明るさも、明るい、明るさもこんな感じで3段階に調整できて、調光もできます。3段階。私はこれぐらいの色が好きかな。暗い場所でも動画が撮りやすくなってめちゃくちゃ嬉しいです。今日は最後降りる時に運転手さんからこちらのカードもいただいちゃいました。ということで今回は Ozmo Pocket 4P を使って旅をしてきました。スペーシア X もゆったり満喫することができて、撮影の幅も広がって、これからの旅がますます楽しみです。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。